できるだけ近くに行きたくなりますよね。だって2、30年代ですからね。はい。バブアのトレンチ欲しいな。出にくくなるんですね。という40年代のはい。バーバリー。空港とかにいたらもうこいいです顔パスですよね。ベンジャミン・バートンですか？あ、いや、ジョン・ロブ。で CC4。それザラより早いんじゃないですか？このパンツもう本当使い勝手いいんですよ。かっこいい。マジガチ兄弟。近い。やっぱりオーラあります。欲しい。どっちでしょう。여러분 안녕하십니까? 아키스타일 아키타카입니다. 오늘 어디로 와 있죠? 유라크초. 네, 유락초 한큐 맨즈 도쿄 백화점으로 와 있습니다. 아침 일찍 나와가지고 백화점 오픈 전에 지금 왔거든요. 그래서 지금 아무도 없는 백화점에서 약간 신나는 느낌? 모든 아이템 다 이제 마음 편하게 볼 수 있는 느낌? 약간 그런 느낌입니다. 자, 오늘도 빈티샵 털러 가볼까 하는데 그게 바로 여기입니다. 어떤 스페셜 아이템이 있는지 한번 샅샅이 봐보도록 하겠습니다. 이번에 너무 길게 찍다 보면은 다른 스태프분들 오셔가지고 아침 조회를 시작하신답니다. 그래서 만약에 촬영이 길어졌다 싶으면 같이 조회를 나가는 걸로 네 해보도록 하겠습니다. 자, 가볼까요? ということで、こちらにいらっしゃいますのは北島さんでございます。北島と申します。店長をされてはい、らっしゃる。今有楽町店の店長を、はい、やらせていただいてます。朝早くから申し訳ないです。いやいや、こちらこそありがとうございます。結構早いですからね。今日我々6時半に起きましたから。そうですね。そうです。それで起きられました。自分も6時半ぐらいに。ありがとうございます。お店のちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？現在ここ有楽町店とあともう1店舗川崎に店舗がございまして、2店舗営業させていただいております。うちは年5回6回ぐらい、はい、オーナーがイギリスフランス中心に買い付け行ってまして。結構行かれますね。そうですね。今もまさに行かれてるんですよね。今もはい行っております。ヨーロッパのヴィンテージを中心に、扱っているお店になります。基本的に全般的にヴィンテージ好きですけど、はい、特に僕もユーロも大好きなので。本当ですか？もう今日は本当に朝礼までいるかもしれません。気合が入る。気合入ってますよ今日。ということでたっぷり見させていただければと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そうですね。さっき僕入り口に一発目すごい目に入ったものがありまして、はい、早速これ博物館みたいに送られてますけど、バブアのインターナショナル。はい。何年代？これと確かワンクラウンだったと思って、1970年代ぐらいのインターナショナルですね。なんか見ながらこれで張り付いちゃうぐらいできるだけ近くに行きたくなりますよね。かっこいい。結構色が普通ブラックって方が多いですよね。はい。これはそれがちょっと落ちた感じですかね。ちょっと落ちて、はい。あと多分日焼けとかもあると思うんですけど。販売されてるんですか？これはちょっとボロボロすぎて、はい、ディスプレイ用で飾らせていただいてる。結構状態よく見えますけど。結構このポケットの部分とか肩とかももう本当は結構避けちゃってて避けてますね。そうなんですよ。いや、もし販売することありましたらご連絡いただければ検討させていただきます。オーナーに相談してます。はい。めっちゃ入り口からめっちゃかっこよくて、ここら辺もうずらーっと全部ユーロのヴィンテージですよね。ちょっと今回僕はちょっとイギリスものをメインで見たいなと思ってまして、なのでちょっと今日イギリスのミリタリー着てきたんですよ。それでもう靴もよくわかりました。これ本当にジョージブーツで。ジョージブーツ。本当のアーミーのものですね。そうですよね。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。今日これでも満足。なんか固まってたりしますか、イギリスもの？イギリスものだと一応この辺りが、いわゆるそのアウトドアとかスポーツとかでイギリスの方が着てたような、なるほど、ジャケット類が中心になりますね。イギリスらしいのでいくと、ベンタイルってご存知かと思いますけど、生地使ったジャケットですね。フィッシャーって書いてますね。フィッシャーっていうメーカーが作ったジャケットになります。これ何年代ぐらいのものですか？これは多分1970年代ぐらいだと思うんですけど。これもだからアウトドアですよね。アウトドアだと思います。タグがあるんですけど、このベンタイルの生地が防水ってことですよね。そうですね。はい。こうなんか山のマークとかもついてるんで、多分当時もそういうアウトドアを得意としてたような。これおいくらですか？こちらが税込みで13万ですね。13万、税込みで。はい。こちらタックスフリーはあるんですか？タックスフリーもパスポートをお持ちの方でしたら。はい。ってことは12万で購入できるとか？大丈夫です。はい。
まあ僕はできないんですけどね視聴者の方は可能かもしれませんね。そうですね、はい、後ろにほうほうほう。収納できるフードがついてまして、この中にイギリスのミリタリー系のものってこういうの多いですよね。ミリタリーでもよく、はい、ありまあるすよねデザインですね。はい。なので最初綺麗に収まってる時はすっきりするんですけど、はい適当に入れるとここだけボコッと出るっていうのはちょっと雑めでちょっと膨らんじゃってちょっと膨らんでる感じなんですねやっぱここら辺の機能性はやっぱさすがですよね。いいですよね。はイギリスものの魅力はそういうとこじゃないかなっていうい。はい。気しますよね。全部に一個一個に理由がありますもんね。あ、そうですね。絶対なんかこうディティールに理由があるんで、そこはやっぱヴィンテージの良さかな。ですよね。はい。ストレイシープさんで扱ってらっしゃるアイテム、状態が素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。買い付けの際にできるだけはいコンディションいいものをやっぱ長く着ていただきたいっていうのが一番にありますので、できるだけ今こう綺麗に着ていただけるような状態のものを厳選して選んできております。はい。ヨーロッパものはなんかこう本当にいい文化だと思うんですけど、はい、こう受け継いで着ていくような文化があるので、はい、そういう意味ではボロボロなのが多いんですけど、そうですね。なので非常に難しい探すの難しいんですけど、それをすごくチョイスされてるけど、すごく伝わりますね。ありがとうございます。サイドゴア、これちょっと女性ものですかね。これはい、女性用なんですけど、サイズ合う方がいれば。ジョンロブこれあなたサイズじゃないちょっとでもあなたにはジョンロブまだ早いすごい、これいいですね。綺麗。これもうミリタリーいいですね。これ40年代69,800円ですよ。裏がすごくミリタリーらしいかなと思います。ちょっとこう釘とかを打って音が鳴るように、もうカツーンなりますよね。昔僕こういうの入ってたんですよ結構周りからこいつタップダンスしてんじゃないかと思われるぐらいになりますよね、たまに。そうですね。カツカツ。あとこういうちょっとフローリングだとちょっと危ないですね。危ないですよね若干死にかける時ありますからねここら辺そのあたりも古いイギリスの、はい、イギリスのパンチドキャップ2、これですね、シューズですね。ほぼデッドじゃないですかこれ。多分これ裏一回貼り直してるとは思うんですけど、ただアッパーのコンディションはすごくいい方かなと思います。年代考えても。いやーいいなこの色。あ、ここにもあるんですね。そう、こことあとあちらとこの棚もここ全部ありますよ僕もうこういうのも大好きですよ。これ多分かなり古いアンティークになるかなと。これはフランス製ですね。これはフランスですね。はい。でも昔の写真とか見るとスーツにこういうのも履いてますもんね。ああ、そうですね。はい。かっこいい。これでも59,800円。お安いセブンなんてこれボックスサイズだ。あ、本当ですかこれめっちゃいい。こちらも後で。これもちょっと後でぜひでも昔のやつってものすごいワイズが。そうなんですよ。はい。やっぱ海外の方って結構細いんで、ですよね。なんかそこの合う合わないはあるんですけど。ですよね。で昔のまたちっちゃいのがちょっとこう上品なイメージがあったって聞いて、なんで無理して履いてたって言いますよね。そうですね。はい。あと秋高さん履かれてるジョージブーツも。兄弟が見つかりましたねこれ年代はどれくらいですか？年代が、一応内側に印字入ってるんですけど、2019年。そんなに古くはないですね。これ本当にもう本当兄弟ぐらいの近さ。僕も2000年代の初期ぐらいだったんです。これ。ああ、本当ですか。なのでじゃあ本当にもうマジガチ兄弟近いジョージブーツの特徴としては、ここがやっぱ高いってことですよね。そうですね。ここが高いのと、あとはこの羽の部分が結構こうスマートになってて、要はこうフルレングスのパンツを履いた時にこう羽が見えないように作られているのが一つ特徴ですかね。ジョージはやっぱチャッカとは全然違うんですよ。そうですね。チャッカはチャッカでもちろん魅力あるんですけど、ジョージになると若干背筋伸びますよね。そうですね。ピンとなりますよねちゃんとしなきゃなっていう。そうなんですよね。ポイ捨てできねえなってなりますよね普段からすんなんて話なんですけどこれ本当ジョージちょっと僕はおすすめなので、ぜひサイズ合う方。こういうの、ちょっと待って、ちょっと時間ここで靴で終わりそうなんで。これスーツ系もあるんですね。スーツ系も。これ何年代ぐらいですか？これ多分70年代とか80年代ぐらいだと思うんですけど、
イギリスの春夏向けのスーツはい。だと思います。はい。なんかすごいデザインがそうですイギね。リスものにしては結構なんかこう派手っていうか、そうですね。デザイン性がありますねちょっとデザイナーっぽい、デザインで。これ49,800円ですね。これバーバリーですか。バーバリーです。はい。おお。これでも何年代くらいですかね。これ多分80年代以降、 10年代以降。 80年90年代とかだと思います。これでも大きめですね。結構サイズは大きくて、バーバリーなんですけどドイツはい。生産のおお、バーバリーですね。そうなんですね。ここですね。ここに。本当だ、メイドインジャーマニーって書いてる。お、これバートンですか。これバートンです。あのバートンですか。あのバートンです。ベンジャミン・バートンですか。いえ、それしかもバトンだし。イギリスの、はい紳士服メーカーですね。はい。もう3ピース。はい。これちょっと着させていただいていいですか。ぜひぜひ、もちろんです。で、多分ベストダブルで、ジャケットはボタン1個だけなんで、ベストをちょっとこう見せてなるほ着ていたのかなっていう気がします。そういうデザイン。ど。かっこいい。やっぱ3ピースの時はジャケットをねこうそうですね。開けて着るのがやっぱかっこいいかっですよね。こいいですね。ワンボタン。よくハンツマンがやりそうな。そうですね。いいっすね。これなんだろう。これ良くないですか、サイズ感。びっくりするぐらいびっくりバッチリだと思います。色が綺麗ですよ。3色ぐらい入ってますね。よく見ると。うん。しかもスラント入って。はい。これ先生おいくらですか。これは3ピースで税抜きだと69,000円。税抜きで69,800円。これいいですね。60年代のバートンですよ。これはどこのものですか。こちらはバブアーのはいトレンチコートございます。はい。バブアーのトレンチコート。結構これ本当見なくないですか。なかなか出てこないモデルですね。はい。ちゃんとオイルドになってて。ちゃんとオイルも入ってますね。はい。サイズどれくらいですか。42です。42なんですね。はい79,800円。はい。年代的には。年代3クラウンなんで。3クラウンなんですね。はい。ってことは80年代90年代ぐらいですかね。こういう感じで中はコーデュロイになってて着れると。いやーかっこいいですね。バブアーのトレンチ欲しいな。でここら辺はフレンチの。この辺はフレンチのそうございまして。ワークウェア中心で。先生これ何ジャケットですか。これベルギーなんですけど、はい。おそらくコック料理人の方が着てたようなジャケットかなと思います。シェフジャケット的な。そうですね。はい。こちらもですか。そちらは多分普通にワークウェアでちょっと用途は分かんないんですけど、なるほど。似たような柄の似たような。はい。カップルでパジャマで着てそうな感じしますね。そうですね。これなんか色合いがちょっと珍しいなと思ってちょっとなかなか他の国ではあんま見ないような両方ともベルギーなんで。ベルギーこれ59,800円で39,900円。これめっちゃいい味。なんですかこれ。これはフランスなんですけど、はい。インディゴストライプっていうこのストライプの部分をインディゴ染めしてるこのちょっとこう出てる感じとかちょっとボロボロなんですけど、本当だ。かなりフランスの中でも希少な生地のパンツかなと思います。はい。これめっちゃ渋い。サスペンダーボタンもあって。そうですね。はい。でここで止めれて。あとポケットの付き方がちょっとそうです変わってる。はい。これ履いてベスト着て、キャスケットなんかぶってたらもうかっこいいですね。はい。いやーこれマジでかっこいいっすね。いわゆるいろんなその復刻するブランドが本当にこの色合いを出したいんだなってのが分かりますね。そうですね。はい。マジでヴィンテージのならではの色合いですねこれ。かっこいい。うわこれ欲しいわ。全然匂いしない。これもしかして全部クリーニングされたんですか。そうですね。一度クリーニングもしくは洗濯できるものは洗濯して店頭に出してるんで。さすが、状態が本当綺麗です。アドルフ・ラフォン、デッド。これしかも18,000円ですか。なんでこんなお安いんですか。ちょっと気にはならないかもしれないんですけど、全体的に汚れがちょっとこうありまして。これをヴィンテージ界では汚れと言わず味と言います。これいいかも。で一応ポケットに当時のタグが本当だ。
アドルフ・ラフォンの。ちょっとこう爽やかな感じで。いやーいいですね。これから味出せるヴィンテージってやっぱデッドすごいですよね。あ、そうですね。内ポケットもあり、はい。いやー素晴らしい。これちょっと見つけたかも。それでこれ年代どれくらいでしたっけ？多分60年代60年ぐ代ぐらいらいかなと思います。はい。お、これ急にボンクラが出てきましたね。はい。少しお取り扱いさせて。あ、そうなんですね。はい。僕森島代表インタビューさせていただいて、あ、そうですよね。撮影されてましたよね。はい。その映像はこちらにつってボンクラデニムもこちらで購入できますので、はい。でここら辺はトゥータルですか？やっぱり主にトゥータルが多いですね。イギリスのスカーフといったらやっぱトゥータルがもう有名です一番有ですよね。名かなと思います。でもこのトゥータルも僕が、当然っちゃ当然かもしれないですけど、大学生とか昔学生の頃よりは価格が上がりましたね。そうですね。最近ちょっとやっぱり上がってしまって、はい。でそれでもこれ12,800円なのであれですけど、昔はなんか6,000円とかのイメージ。ああ、そうですね。そういう時代ありましたよね。これでちょっとこの上からジャケットをこうスッと、はい。なんか一瞬このピアノの上に弾くのかなみたいな感じのイメージデザインではあるんですけどね。これトゥータルはいいですよ。いろんな種類、いろんな色があって、持っとくとコーディネートに役に立ちますよね。マーガレット・ハウエルのはい。オールドですか？これ多分ちょっと古いイギリスではい。ちゃんとこう生産してる時期のマーガレット・ハウエルですね。はい。今はイギリスじゃないんです多ね。分今アジアとかどんどんこう生産は変わっていってるかなと思うんで。なるほど。クラシックですね。はい。このフロントがちょっとこう。このフロント。はい。昔の、はいすいません。イギリスのミリタリーとかドレスのシャツでよくあるデザインなんですけど、こう裾が出にくいようにちょっとこうカーブさせてるんですけど、裾を。多分そのデザインをサンプリングして作ったのかなと思います。僕今着てるやつもはい。ナイジェル・ケーボンなんですけど、はいナイジェルもミリタリー系ベースにするじゃないですか。はい。これも若干やっぱこうなってるんですよね。はい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 。多分このデザインを元に。ですよね。はい。ですよね。でもこれ曲がってることで出にくくなるんですね。というということですけど。そうよくありますよね。なんかこのディテール本当にその意味あんのみたいなのありますけど、まあまあね、一応こだわってこう。じゃあちょっとズボン履かせていただきますね。北島さん、シャルベがあるじゃないですか。はい。しかもビスポークのシャツ。はい。これ実はちょっと前回の買い付けではいまとまって同じその仕立てた型の分が出てきまして、この辺全部同じ型のビスポークのシャルベになります。いや、15ハーフと僕ぐらいですよ。本当ですか。若干なんか年代浅い方が気持ち小さめで、年を重ねるとちょっと大きくなるんで、ちょっと大きくなられたのかなと。それがわかるんですね。そうですね。その人の体型の変遷が、しかもこのイニシャルが、そうですね。その人の KF、ケネスフィールドですかね。それはちょっとブランド名でしたね。すみません。シャルベはもう最高峰ですからね、シャツ。そうですね。はい。シャルベ15ハーフもしくは15お探しの方はこれごっそりございます。これは何ですか？これフランスのこれもワークジャケットになるんですけど、はい。これ結構独特ですね。はい。一応スタンドカラーのようなデザインなんですけど、はい、ちょっとこう離れてて、はい、でこちらも当時のフラッシャーもついてまして、そんな感じで、これがブランド名ですかね。そうですね。はい。ブライロンっていうのがメーカーで。いいですね。主張をできるだけしない感じ。はい。ちょこっとついてる。これがいいですよね。はい。これおいくらですか？これはちょっとスペシャルな価格になっちゃうんですけど、はい。39万9,000円プラス税でございます。はい。いやー、そうですよね。だって2、30年代ですからね。はい。100年だったんです。もう100年、はい。通りでやっぱレジの後ろにかかってると思いました。これデッドストックです。はい。半端ないですね、オーラが。北島さん、これは何ですか？こちらがですね、1940年代のバーバリーですね。もうなんか照明の当たり方からして特別感が出てますけどね。ちょっとこう神々しい感じで。神々しい。いや
いわゆるまあ玉虫っていう、はいはい、ちょっとこう光沢感のある生地で、まあ、光の角度によってちょっとこう見え方が変わるような生地ですね。まあ新しいものと違って、よりそのなんていうんだろう、ピカピカ感、テカリ感っていうのか、それがないそうですね。ちょっとこうママットな感じに、ットいいですね。行ってまいります。すいません。これやばいな。やっぱこう妄想が膨らむというか、はいなんか自分が映画の主人公になった気分になりません？いやおっしゃる通りですよね。やっぱりオーラありますね。欲しい。34万8000円のはい。プラス税でございます。これはスペシャルですよ。上だけちょっとはい。たりなんかしてもいいですよねかっ。こいいですね。でここの上からスカーフ巻いちゃってもいいですね。これ裏のチェックが若干違いますね。そうですね。なんかまあ古い年代は結構こう渋い配色のものが多くて、どちらかというとこう今のイメージって結構こう明るめの、そうですよねはい、このノバチェックだと思うんですけど、はいこのなんか渋いラジはなんか古い年代独特かなと思います。ヴィンはい。テージバーバリーでしか味わえない。ああそうですね。はい。これは何じゃ普通にこれは1940年代の CJF っていうはいフランスの青年部隊みたいのがあって、はいその青年が着てたレザーのジャケットです。はい、なんでまあ青年なんで割とサイズがちょっとこう小さめのものが多いんですけど、なんか「進撃の巨人」に出てきそうな、なんか新鋭部隊着てそうじゃないですかこれ。ちょっと伝わるかわかんないけど。へえ、そうなんですね。裏地は多分後から貼られてあ、そうて、なんですね。本当はグレーのウールの生地なんですけど、はい多分破れちゃって上からこの裏地を貼ってると思うんですよね。なんかすごく洒落てるなと。洒落てますね。このボタンっていうのがまたいいじゃないですか。はい、ボタンも多分これ変わってると思うんですね。ちょっと大きくて、あー若干大きいんですね。これが元の裏地です。あ本当はこの裏地がついてるんですけど、多分どっかしら破けてて上からこうめっちゃ自分で縫ったのかな。これセンス抜群ですね。いやしかもめちゃめちゃ綺麗に縫われててバッチリな。バッチリ。ちょっとちっちゃいぐらいですけどちょっとタイトかもしれないですね。はい。でももうこんな感じじゃないですか、はいちょっとこ結構こうビタビタのジャストで着られてたかなと思うんで。うビタビタ感もやっぱいいじゃないですか。いやヴィンテージかっこいいですよねかっこいいですよね。だからこういうハイウエストのパンツにはもうバッチシですね。もう相性バッチリです。バッチシですね。あ、確かにこれボタンちょっと大きいんだ。そうなんですよ。ちょっと止めづらいんですけど。これかっこいい。これでちょっとこういう渋いですね。これで空港とかにいたらもう顔かっこいいですねパスですよね。パスポートチェックいらない逆に止められるかもし逆れないに止まるかもしれない。お前何してんだって。これ超かっこよくないですか。やべえ、ちょっと普通にテンション上がっちゃった。めっちゃかっこいい。こちらで税抜きで89,000円。89,800円。はい。妻に土下座してから来ます。はい。CC41 のアイテムありますか。 CC41 はジャケットがこれ CC41 ですね。はい。CC41 は当時イギリスで物資統制っていうのが行われてまして、まあ、洋服だけじゃなくてこういろいろなものにつくんですけど、まあ、その基準を満たしたものにだけつけられるものになるんですけど、まあ、簡単に言うと物資統制みたいな、物資統制まあ、贅沢禁止令みたいな感じなんですけど、はい。やっぱ41っていうだけあって41年からってことですかね。あ、そうですね。41年から始まって、まあ、大体50年代前半ぐらいまでなんで、まあ、ちょっとこう限られた年代っていうので、まあ、洋服のそのヴィンテージだと、まあ、希少価値がちょっとこう高いような、はい。実際はその作り的には簡素化されてるんですよね。あ、そうですね。ですよね。でも価値的にはちょっと上がるって。はい。でこの CC41 の特徴が、はい。なんといってもこのマークですよね。はい。あったこのバックマンのようなこれが CC41。このマークがあるとないとじゃまた価値が変わります。しかもバートンのテーラーですよ。これも CC41。あ、これもですね。ロンドントランスポート。多分ロンドンの交通局みたいなところのまあワーク用かなと思うんですけど、まあいろんなところで統制がされて、あ、そうですね。はい。で一応チェッククリアしたものだけがはい。売りだということですね。
わあこれちょっと時代感じますね。ちょっとこう肩ががっちりと簡素化されてるんですかね。すごい質のいい仕立てな感じしますけど。そうなんですよね。多分その生地とかをちょっとこう簡素化してるかなと思うんですけど、逆になんて言うんですかね、その仕立てる側としてはいい生地とか、はこう贅沢なデザインできない分、こう多分作りで気合を入れて仕立ててたかなと思うんで、い。なるほど。なんかそういうところも評価されてる一つの理由なのかなとはなんか個人的には思いますね。なんかデニムでもそういうのありますよね。なんかはいブシ塗製食らう分、はい。なんか生地をちょっとこう厚手にしてみたいな、なんかありますよね。はい肩がしっかりこうパッドが入っているんですけど、はいシュッとこのウエストは入ってくれるので、そうですね。綺麗に収まりますね。うんいやーいいですね。CC41 のコートとかもすごいやっぱいいじゃないですか。はい。そうですね。あれもなかなか出てこないですよね。人気で、はい。もうやっぱすぐやらなりますか。そうですね。やっぱそうなんだな。入荷のタイミングとかってあるんですか。入荷のタイミングはうち特に設けてなくて、あまあ一応毎週クリーニング上がってきたものを目付けして店頭にお出ししてるっていう感じなんで、結構まあ常に毎週新しいものすごいですね。はい。それザラより早いんじゃないですか。すごいですね。バーバリーとかがこの辺に、はい。どっちでしょう。バーバリーちょっと。ネイビーの、はいまあこう一枚袖って言われるような、ああ一枚袖。はいまあ一枚袖少ない中でもベージュがよく一番出てくる色かなと思うんですけど、はい。ネイビーはなかなか出てこない色なんで、美しいですね。こうやって見るとなんかアート作品を見てる感じしますね。一枚袖のこのシルエットはやっぱりちょっと独特ですよね独。特ですね。はい。中のチェックなんか違う。春らしい。春らしい。よく見るバーバリーとやっぱ違いますね。はい。これ年代どれくらいですか。これも多分80年代ぐらいかなと思うんですけど、はい。もうちょっと古い70年代ぐらいかもしれないですね。あこれ。はあ。ため息出ますね。ため息出ますよこれさっきからこんな感じです、確かにこの色は珍しいですね。そうですね。なかなかネイビーはやっぱバーバリーは男は一着は持っとかなきゃダメですね。そうですね。はい。でこのちょっとちらっと見えるこの内側のいいですよね。ここら辺はフレンチ系ですかね。この3つはフランス軍で、これだけオランダ軍オランダ軍ですね。あオランダ軍比較的手に取りやすい価格そうですね。まだあんまり多分知名度も人気も、はい。狙いどこですね。そうですね。今狙い目かなと。でも60年代ですからね。はい。言ってしまえばこう絞りがあるのでちょっとこうなんだろうフランスの M47 っぽい感じですかね。あ、そうですね。絞って履いていただいてもいいかなっていう。結構やっぱヨーロッパってお互い影響を受けてますもんね。あ、まあそうですね。特にイギリスとかはフランスの影響を受けてません、はい。やっぱオランダのバトルドレスジャケットも、はい。僕イギリスで買ったんですけど、おお、本当ですか。イギリスのものともうそっくり、あ、もうそうですよね。ほぼ同じあチャーチオールドチャーチの特徴はあれですか、都市の名前でしたっけ。あ、そうですね。はい。インソックの印字。ですよね、はい。ちょっと見ていいですか。それが3つだとはい。古いんでしたっけ。そうですね。2つと3つが古い。古いはい。 2都市3都市2都市3都市で2の方がもっと古いんです。 2の方が古いです。これは3都市ですかね。はい。3都市だと何年代ぐらいですか。都市だと70年代80年代だったかな。はい。今は今は、5都市です。5都市はい。東京入って5都市の。はい。どんどん増えていくんですね。そうなんですよ。旧チャーチと言っていいんですか。そうですね。はい。旧チャーチ、なんか一応そのプラダに買収される前を基本的には旧チャーチって呼んでるみたいなので、その時が3都市ですか。その時がちょうど4都市にこう切り替わる切り替わるタイミングなんで、なるほど、旧チャーチを探してる人は多いですよね。そうですね。はい。マニアの方ははい。オールドチャーチになるとちょっとまた値段も上がるっていう。そうですね。ですよね。バブ IT ですか。ああ、ぜひぜひ、もちろんです。ソルウェイありますか。ソルウェイはございますね。これとかはフード付き、これもソルウェイ。ソルウェイこれもソルウェイです。これついてのソルウェイでしたよね。あ、そうです。ベルトも、はい。はい。ありますとソルウェイジッパー。やっぱソルウェイはレア度高いですか。そうですね。はい。89,800円のプラスで、38サイズ、これ僕のサイズですねこれちょっと着てみていいですか。ぜひぜひ、もちろんです。ちょっとこれバッチリですね。サイズバッチリだと思います。はい。
ベルトがあるとテンションはやっぱちょっとプラス20%ぐらい上がりますね。ちょっと少ないです。あ、そうもうちょっと上げましょう。もうちょっと上げましょう。本当このベルトがあるとないとじゃあやっぱこのシルエットが違うので。そうですね。はい。これすみません、何年代ぐらいですか？これツークラウンで80年代80年代ぐらいだと思います。状態もいいですね。本当にバブはくっちゃくちゃなの多いですからね。そうですね。ヴィンテージは。それでこれもちょっと見つけたんですけど、今まさに僕が着ているものと全く同じはい。ですね。兄弟です。兄弟ですね。これは何パンツですか？いわゆるイギリス軍のはいナンバー2ドレスパンツっていう、まあ式典とかではい入ってたようなパンツになりますね。はい。で、これはウールですね、全部。ウール100、はいです。で、その次がウールと、ポリエステルポリエステル混ざったはいものになりますね。じゃあこのウールの 100% のやつは大体60年代って見たらいいですかね？そうですね。60年代から70年代ぐらいかなと思いますね。はい。このパンツがもう本当使い勝手いいんですよ。いいですよね。これ僕はいポートベロでゲットして、あ、本当ですか。もうイギリスで週4号ぐらいで着てましたよ。いい。本当これハイウエストなので楽だし、はいはい合わせやすいし、でシルエット綺麗だし、はい。これいいんですよね。万能ですよね。万能ですよね。で、なんですかナンバーワンは、はい。まああるんですよね。ナンバーワンドレスパンツとかもあります。そのワンツーの違いっていうのは、一応その数字が小さくなった方が格式が高いって言われてますね。なんでナンバー3とかもありますし、もうワンは完全にこのフォーマルなあ、そうですね。はい。感じでってことですよね。こういう感じになっております。僕はもしなんかパンツを自分で作る機会があったら、はい。これをモチーフに作りたいなと思います。あーそれぐらい僕好きですこれ。いめちゃめちゃいいと思います。ですよねこれははい。やダメだこれは。もうちょっと改めてまたゆっくりいきます。これはもう一日中見れる。本当にイギリスからもうオランダからフランスからユーロもののヴィンテージ、本当にちょっとお探しの方ぜひ来ていただけたら本当素晴らしいアイテムに出会えると思います。はい。本当自分が映画の中の主人公になったような気分になれる、そんなお店ではないかと思います。はい。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。